ハロー皆さんこんにちは。ティンカーチャンネルへようこそ。皆さんいかがお過ごしでいらっしゃいますでしょうか。本日は2023年11月14日ですねに私は今収録をしております。この間も私シェアしたんですけれども、なんかお家にね出る虫が活発的に活動的になるのが新月と満月なんじゃないかということで、私の、個人的な観察をシェアしてたんですけども、やっぱりね、前回13日の新月も、昨日ですね、その前夜ぐらいからあれなんかこの虫よく見かけるな、出てきたな、いっぱい出てきたなみたいなのがありました。本日この再生速度なんですけれども、ご意見とかいろいろいただくんですけれども、なんかね、早めがいいですとかゆっくりがいいっていうね、双方の意見があるみたいなんですけれども、やっぱり間を取って普通の速度で再生することにしました。お忙しい方がいらっしゃるので、なんかね、早口でササササって言った方がいいのかなっていうふうに思ったんですけれども、やっぱりね、ナチュラルは一番いいんじゃないかなと思って、私は普通の、再生速度というか普通の私がお話ししている速度で配信をさせていただきたく思います。なんか自分の喋る速度っていうのがなんか遅いんじゃないかなって思って、今頑張ってこう早く喋ろうとしてるんですけれども、やっぱりね、焦っちゃうせっかちの性格が私出ちゃうので、ご指摘いただければと思うんですけれども、やはり普通にナチュラルの速度で今回は皆さんに配信させていただきたく思います。今回の題なんですけれども、ご紹介がホピ族の予言、青いカチーナ by ジョセフ・ティテルさんで、選ばれし者になる方法という回をですね、私すでにブログで配信済みなんですけれども、まだそちら読んでいないよという方はこの動画である程度知っていただければなということなんですけれども、やはり YouTube ではちょっとね、言えないこととかも、今回はちょっとあれかもしれないですけども、将来的にあったりするので、詳しく載せていたりリンクのソースを貼っているのはブログの方になっております。なのでブログもですね、合わせてご利用いただければなというふうに思っております。ブログのリンクの方は概要欄に貼っておきますので、ご自由にチェックしてみてください。ジョセフ・ティテルさんのご本人の動画なんですけれども、彼はいろいろな配信媒体を持っていらっしゃいまして、ランブルのアカウントもあればトゥルースソーシャルの方もあったりするみたいなんですね。で、私はいつも彼の YouTube の方を見て皆さんに内容をご紹介させていただいているので、そのですね、私が参考にした YouTube のジョセフ・ティテルさんご本人の動画のリンクもこの本編の概要欄の方に載せておきますので、英語とはなってしまうんですけれども、ぜひ、ご本人のですね配信内容というのを確認していただければなというふうに思っております。で、今回は9月16日に彼が配信をしたホピの予言の回になっております。訳すと、警告2029年4月13日来たる最大の浄化ホピ青のカチーナの予言という形になっております。ジョセフ・ティテルさんが誰かわからない方は、私のブログの一番上にですね、ジョセフ・ティテルさんのプロフィールといいますか、ご紹介ページのリンクを貼っておりますので、ぜひ見てみてください。そして本題に進めていく前に、皆さんには私の番組の趣旨のご説明だけさせていただきたく思います。ティンカーチャンネルでは皆さんに考えていただくきっかけとなる情報を提供しております。海外からの情報だったり、日本ではあまり報道されていないことだったり、スピリチュアルなことだったりをお届けして、皆さんがそれについて情報精査をしたり考えていただくきっかけになればというふうに思って配信しております。ですので、ティンカースチャンネルではこれが正しいんですよというように皆さんに答えを提示しているわけではございません。何事も疑っていただき、良き意味で疑っていただき、情報精査をしていただき、自分なりに考えて答えを模索していただきたいというふうに私は思っております。この考えるプロセスこそ自分軸をしっかり持つことにつながっていくことだというふうに私は思っております。皆さんの考え、一人一人の考えというのは宝物ですし、直感も宝物です。自分の直感を磨いてお互いに成長していきたいですねということで始めた番組になっております。直感というのは宇宙とつながっていて、大自然と直結している
みんなに備わった能力だというふうに私は思っておりますので、それがですね研ぎ澄まされて、自分で素晴らしい考えを持ってたくましく私たち生きていければなということで、私自身の成長も含めて自分なりに配信させていただいております。ティンカーズチャンネルに番組登録いただいている方、チャンネル登録いただいている方、本当にありがとうございます。まだまだ小さな番組でございますので、ぜひともチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。またティンカーズチャンネル、私プラットフォーム持っております。チャンネル公式ブログで、最近はサブチャンネルとしてティンカーズチャンネルのハテナブログの方もセキュリティとしてどっちかがバンされてしまった場合に残るようにハテナの方でもですね、私配信しております。で、動画ですと YouTube と、あとランブルという動画サイトでも公開しております。just in case ですね、念のためで。あと、旧 Twitter の X で私はちょくちょく配信をしております。そんなにね毎日投稿はあまりしてないですけれども、気づいたことをですねシェアしたりとか、しておりますので、見てみてください。全部アカウント名とかリンクは概要欄の方にありますので、ご興味ある方は見てみてください。はい、でもし動画気に入っていただけましたら、グッドボタンで、サポートの方よろしくお願いいたします。はい、それでは続けていきます。本題の方入っていきたいと思います。ホピ族の要件、青いカチーナ by ジョセフ・ティテル、選ばれし者になる方法です。まずホピ族についてなんですけど、皆さんおそらく私の番組にたどり着くということは、私よりも知識が豊富な方がもしかしたら多いかもしれないんですけれども、一応ホピ族というのは、ブログの方にですねウィキペディアのご紹介とかしてるんですけども、アメリカの先住民のうちの、部族、アリゾナ州の北部に住んでいらっしゃる方々らしいんですね。でホビとはネイティブの言葉で平和の民という、意味があるそうなんです。で、スピ系ですとか陰謀論系、都市伝説が好きな方は、一度は耳にしたことがある民族の名前なんじゃないかなというふうに思います。ただ、すごく有名なのは、この方々の口伝といいますか、代々伝えられてきている予言というのが、その長老が伝えてきた予言というのがありまして、その的中率が今のところ 100% らしいんですよね。でどんなその予言があったのかについてはちょっと今回はお伝えはしない回なんですけれども、まずその予言のうちまだ実現していないものというのが、青い惑星と赤い惑星、そのブルーカチーナとレッドカチーナの予言というものがあるのです。今回は赤い惑星の予言についてサイキック預言者であるジョセフ・ティゼルさんが説明をしてくれています。その内容を今回はご紹介していきます。まずジョセフさんがおっしゃっていたのが、最大の浄化が、大浄化が起こるというふうにジョセフさんはお話を始めています。その青のカチーナなんですけれども、2029年4月13日に地球規模の浄化が行われるというふうにジョセフさんはお話ししております。ジョセフさん曰く、地球は大きな転換期を迎えています。2029年4月13日に大掃除、大浄化が行われるのです。このようにおっしゃってるんですよね。これはおそらく筆記神事とかでも言われていることですよね。でホピ族以外にも実はこのような予言をしているんですけれども、筆記神事のほかにノストラダムスの大予言、4行詞の中でも予言されているのが1999年としてあるもの、恐怖の王が空から降り立つというふうに予言されているそうです。それは聖書の黙示録、最近ではエドガー・ケイシーもそのように予言をしているような形となるんですけども、ジョセフさんがこのようにおっしゃっておりました。1000年以上前になるメソポタミア文明や古代シュメール人などからもそのようなメッセージが残されているのです。そしてアステカ、エジプト、マヤ文明などもそのような警告をしております。なので古代文明の方々、古代文明でも同じような内容が
語られて伝えられているということをジョセフさんは挙げています。でこの気になるノストラダムスの、節なんですけども、1999年7ヶ月、空から恐怖の大王が来るだろう、アンゴルモアの大王をよみがえらせ、マルスの前後に守備よく支配するためにというふうに、ちょっとね、分かりづらいですけれども、青のカチーナと同じようなことを言っているよということがジョセフさんは指摘していらっしゃいます。ただドンピシャではないですけども、ちょっとシチュエーションが違うんですけども、同じような内容を伝えているよっていうのの例でジョセフさんはノストラダムスのことを引用してたんですけれども、その人類の大覚醒の後に起こることというのもジョセフさんはおっしゃっていて、青のカチーナと赤いカチーナ、青の惑星と赤の惑星は人類が大覚醒を迎えてから起こるというふうにジョセフさんは解釈しているようです。まだ、来ないけども、みんなが多くの方が目覚め始めたらブルーカチーナ来るんじゃないかというふうにジョセフさんは見ているようです。そんなブルーカチーナって何なのよって話なんですけれども、まだちょっと待ってください。特に最近私気づいたのが、ハリウッドの映画 Don't Look Up という映画を見たことありますでしょうか。この映画ではネットフリックスに出てたりするんですけれども、地球に惑星が、隕石が落ちて衝突してくるよって、人類が、滅亡しちゃうよみたいな、助かるね、助け舟に乗って助かる人もいるけれども、原始人みたいな状態になっちゃうよみたいな、そういう内容の映画だった。ちょっとネタバレなんですけど、そういう映画だったので、レオナルド・ディカプリオさん主演の映画ですので、ちょっとね見てみてください。見なくてもいいですけども。そしてジョセフさんがおっしゃっていたのが、苦よもぎと赤のカチーナ、その赤いカチーナにも触れていたジョセフさんなんですけれども、赤い大きな惑星を意味しているようですが、これは聖書でも苦よもぎ wormwoodという、ワードで記述されている可能性があるというふうにジョセフさんは指摘しています。でこのヨハネの黙示録10章11なんですけれども、このように書かれています。第三の御使いがラッパを吹き鳴らした。すると松明のように燃えている大きな星が空から落ちてきた。そしてそれは川の3分の1とその水源との上に落ちた。この星の名は苦よもぎといい、水の3分の1が苦よもぎのように苦くなった。水が苦くなったので、そのために多くの人が死んだというふうに書かれている章があります。クリスチャンの方とか、その聖書を勉強していらっしゃった方というのはもっと詳しくねご存知かと思うんですけれども、この一章を読むと青いカチーナの予言のようにも、読み取ることができるじゃできますよね。水が苦くなったというのはどういう状態なのかちょっとわからないですけれども、ジョセフさんの見解は赤のカチーナではなく青のカチーナのことを指すというふうに言ってるんですよね、実は。でこの落ちてくる星なんですけども、この落ちてくる星に関してはエジプト文明やユダヤ人らが、言っていたことでもある。空から落ちてくる星というのをデストロイヤー、破壊するものというふうに呼んでいたらしいんですけれども、別名ヘルコルプスという、惑星といいますか彗星とも呼ばれるそうです。さらにシュメール文明まで遡ると惑星ニビルという名前で登場します。なのでこの落ちてくる星は、デストロイヤーというふうに呼ばれていたり、ヘルコルプスと呼ばれていたりで、シュメール文明まで遡ると惑星ニビルというふうに呼ばれていたりする。だからこれは同じものを指しているんじゃないかというふうにジョセフさんは考えているようです。でこの出てきた惑星ニビルについてなんですけれども、都市伝説とか、そういった界隈では聞いたことがあると思うんですけれども、いろいろこの惑星に関しては逸話がありますよね。いつの日かもご紹介したいと思うんですけれども、ジョセフさんおっしゃるにはニビルという語源の意味は渡るという意味です。なので橋などはニビルを意味したりしています。
橋というのもネビルっていう意味があったりするんだよっていうことをジョセスさんは、シェアしていらっしゃるんですけども、ある程度のバックグラウンドが分かったところで、ここからはホピにフォーカスしていきたいんですけれども、ホピの言う青のカチーナについてです。まずホピ族というのは青い惑星カチーナについてこのように言い伝えているそうです。青い惑星カチーナが天国である第五の世界に現れた日こそが世界の大浄化の日となる。セクワサハ、青いカチーナはダンスをし、その仮面を外す。最後の日に我々は空を見上げ、世界の誕生を助けてくれた2人の兄弟である北極の守護神と南の守護神を目撃する。最後の日には青いカチーナは老いとともに通常の回転をする地球に戻るでしょうというふうに言っているんですよね。でジョセフさん曰く、つまり地球の極が移動しやがてシフトするということを予言しているようです。それは今は亡きエドガー・ケイシーも予言をしていたことですというふうにジョセフさんなりに考察をしていらっしゃいます。アリゾナから北西の空に出現か。またホピ族は双子は我々の北西の空に現れるというふうに言っているそうです。双子とは赤いカチーナと青いカチーナのことらしいんですけれども、このようにジョセフさんは引用してました。双子は我々の北西の空で目撃されるだろう。そして彼らは空飛ぶ盾でまずは訪れ、最初に教えたことを誰が覚えているかを確認するでしょう。最後の日には他のメンバーも連れてくるでしょうというふうに伝えられているそうです。その彼らとは一体誰なのかという話なんですけども、ホピ族の言う彼らとは誰のことを示しているのか。訪ねてくる人を知っているホピ族は最初に教えたことを覚えている部族なのかもしれませんというふうにジョセフさんはおっしゃってるんですよね。でジョセフさん曰く、シュメール人が残しているメッセージでは赤い惑星ニビルから来たとされるアヌンナキが彼らということになりそう。関連があるのではないでしょうか。そして空飛ぶ盾とは何のことなのかというふうにジョセフさんは皆さんに語りかけていらっしゃいました。空飛ぶ盾とは UFO のことなのか。真実はサイキック投資ができるか、その最後の日をついに体験することしか知る術はなさそうなんですけれども、しかし、ホピ族は彼らは空飛ぶ盾で現れるというふうに伝えています。ということはこの盾、人が乗れる乗り物っていう表現ですよね。そして惑星の他のメンバーも連れてくるというふうに言ってます。マタイ24章30のマタイ24章30の31というのが聖書にありまして、この気になる宇宙人が来るという予告をしているかのようなホピ族の伝承なんですけれども、聖書のそのマタイ第24章30から31でも同じような記述があるというふうにジョセフさんはご紹介していらっしゃいました。まず30番目、その時人類のこの印が天に現れる。そして地上のすべての民族は人類の子が力と偉大な栄光を持って天の雲に乗ってやってくるのを見て嘆くでしょう。そして31、そして彼は大声でラッパを鳴らしながら天使たちを送り、彼らは天の端から端まで四方から彼の選ばれた者たちを集めるだろう。なんか意味深ですよね。意味はちょっと似てる気がしませんか。その誰が覚えているかまず探すというところが、彼らは天の端から端まで四方から彼の選ばれた者たちを集める、だから探して集めるということですよね。違う時代に違う伝え方で伝えているだけで内容は同じなんじゃないかっていうふうにジョセフさんは考えているみたいです。選別して集める、この部分、ティンカーが個人的に気になった部分なんですけども、世界のサイキックカーは口を揃えて波動を高くしましょう、
新しい地球で生きるには新しい地球の波動に合っていなければならないというふうに言ってたりしますよね。もしこの彼らというのが波動を察知して選別をして特定の波動に到達した人物人類のみを集めに来るのだとしたら、なんとなく辻褄が合うような気がしますよね。で余談なんですけども、小さな宇宙人アミという本がありまして、私16歳の頃にこの本と出会ってですね、ずっと私持ってるんですけれども、この本にもその宇宙人がアミのところに来て、宇宙人が少年ペドロのところに来て、名前はアミっていう風に呼んでもらってもいいよみたいな感じで、アミという宇宙人、通称アミなんですけども、でその宇宙人は波動をね、愛の数値を察知する機会を持っていて、この人はこのレベル、あの人はあのレベルってすぐスキャンできちゃうんですよ。そういうところがあったりして、このね作者のエンリケ・バリオスさんっていう方、何かしらでヒントを得てこの物語を書いたのかちょっとわからないですけど、そういうのもちょっと私で合ってるなっていう感じはしました。戻ってくる青い惑星カチーナ。ホピ族は青い惑星カチーナに関しては戻ってくるという表現をしています。ホピ族の表現ではナガサフというふうに言うらしいんですけども、ナガサフが戻ってくるよというふうに言っているみたいなんですよね。ジョセフさん曰く、青い惑星が戻ると世界のすべてが新しく生まれ変わるというふうに言われています。しかし初めに教えたいこと、平安な心を持つことを忘れてしまっている場合は新しい世界についていけず破壊されるそうですというふうにジョセフさんはおっしゃっております。大浄化を発生させる赤い惑星カチーナで、片方の赤い惑星カチーナの役割なんですけれども、世界を浄化させるというふうにおっしゃってます。ジョセフさん曰く、赤いカチーナが到来するとき、地球上のすべての生きとし生けるものは最終的な選択のチャンスを与えられます。その時メッセージが与えられます。そして神聖な岩や、鉱物、神聖な水に現れます。そして自然という生き方を選ぶことになります。選ばれし人間は次の浄化まで新しい地球と自然と調和して共存しますというふうにジョセフさんはおっしゃっております。最後の日までに起きること。ホピの予言ではその最後の日が来るまでに起こる現象というのも言い伝えているそうです。ジョセフさん曰く、最後の日になるまで魂を失う人が増えるというふうに予言しています。それは現代を見て伺える魂を売った人々なのではないでしょうかというふうにジョセフさんはおっしゃってます。ちょっとこれ私ティンカー的にピンとくるのが、ハリウッドとか、お金で有名になった人とか、陰謀論によく出てくる人とか、そういう類のことをちょっとほのめかしてるんじゃないかなっていう感じはしますけれども、心を失わないで生きていきたいですよね。強い精神が大事。ホピ族の予言では魂を失う人が増えるというふうに伝えられているそうなんですけれども、ジョセフさん曰く、安定した精神を保つことが大事です。地球上で巻き起こるさまざまな変化に精神が耐えられなくなる人が増えると予言されています。確かに最近は精神を病んでしまう人やおかしくなってしまう人が増えてはいないでしょうか。古き良きやり方に立ち返ること、また新しい地球へと移行する際についていけるようにサバイバルするには、古き良きやり方に立ち返ることができること、そしてそれを精神を平穏に保つことが必要というふうにホピ族が伝えているそうです。ジョセフさん曰く、ホピ族が伝えているのは、精神が空になる人は幽霊のように人工の山の中を歩くというような表現をしているらしいんですね。フィラデルフィアではゾンビのドラッグの内容で精神が空っぽの配信が増えています。そして現代人はスマホなどの電子機器にぴったりくっついている生活を送っていますので、ゾンビのようでもありますよねというふうにジョセフさんはおっしゃっておりました。聖書のゾンビに関しての記述、ゾンビの話が出ましたけれども、この状態を聖書が綴っている章があります。それがイザヤ書
イザヤ書第26章19の部分です。しかし主よ、あなたの使者は生きます。彼らの体は立ち上がるだろう。檻の中に住む者たちは目を覚まし、喜びの声を上げよう。あなたの露は朝露のようなものである。地球は彼女の使者を生み出すだろう。なんか死んだ人が生き返るみたいな感じのことを言ってるんじゃないかっていうことだと思うんですけども、ジョセフさんがこのようにおっしゃってます。皆さんが思うゾンビはウォーキングデッドですとかゾンビ映画のような状態かもしれません。しかし私はもっと比較的、比喩的な状態なんじゃないかなっていうふうに思います。だとしたら現在すでにたくさんのゾンビが存在していると考えられますというふうにジョセフさんはおっしゃっております。双子が戻った後、こうしたゾンビ化した人々というのは最後の日までには消えてしまうだろうというふうに予言されています。それでは逆に双子、赤いカチーナと青いカチーナが帰ってきた後というのはどのようなことが起こるのでしょうか。閉ざされたゲートが開かれる。私たちを守るために閉ざされていたゲート、扉があるそうなんですけれども、それが開き始めるという予言があります。その体で歩くものは現実世界のものではないという言い方をしている説があるそうです。ジョセフさん曰く、私が解釈するにこれは悪魔のような悪霊に取りつかれた状態のことを言うのではないでしょうか。今までは取りつかれないように魔界の扉は閉じていたのですが、それが開いてしまったということなのかもしれません。ジョセフさんが考察するに、スイスで開発されたセ・マル・ン、丸の中にはルにより異次元との扉が開いてしまった可能性があるというふうにジョセフさんはおっしゃっています。マタイ書第12章22。それから彼らは悪霊に取りつかれて目が見えず口も聞けない男を連れてきました。するとイエスは彼を癒し話すこともできるようになりましたという節があります。ジョセフさん曰く、聖書でも悪魔世界への扉が開く話ですとか、悪魔スピリットの憑依などそういったものがされるというお話の記述がありますというふうにおっしゃっております。性別に困惑する世界。ホビ族の予言の最後に伝えられているのが、性別の困惑と子供と老人というトピックがあるそうです。ジョセフさん曰く、社会生活はより変態化し、社会的序列が狂うことっていうのはホビ族が予言していることであります。現在社会に現れ始めていることですというふうに、現代社会ではグローバリストにより多様性ですとか性別 X という、選択肢が生み出されるなど、LGBTQ などを含める動きがありますよね。これもホビ族の予言で表現されていた事象なのかもしれません。今回は以上になります。ちょっとね、これ第3回に分けてお伝えするので、これはね最初の序章に過ぎないんですけれども、まず登場したのは赤いカチーナと青いカチーナ、カチーナというのは惑星ですよ。で、いろんな文明文化、いろんな人が、いろんな預言者が同じようなことが起きるというのを、ホビ族の予言のようなことを言っている記録がありますということをジョセフさんは伝えている回になっております。結構ね、深いお話なので、皆さんね、これとても面白いと思う。面白いと言ったらね、ちょっとこの先大変なことが起きたら不謹慎かもしれないですけれども、やはりね、この世界が変わる瀬戸際に生きている私たちなのであれば、これをね知っておいた方がいいんじゃないかなというような内容なので、皆さんですね、ご自身で調べてみてください。で、そして調べている過程で直感が働くかもしれませんので、まずその直感に従っていろんなことをですね、知識を貯めて自分の思いをですね、ちょっと発見してみていただければなというふうに思っております。はい、長々聞いていただきましてありがとうございました。それでは、私概要欄にすべて関連リンクが貼っておりますので、ぜひとも見てみてください。次回の配信はそのホビ族の予言、惑星 X 発見と予言の一致という回になりますので、引き続き、お見逃しなくチャンネル登録をしてベルボタンを押していただければ、私の配信がされる時に通知が流れるようになりますので、ぜひともご利用ください。今年中に
1000人目指しておりますので、皆さんチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ぜひとも皆さん広めてください。よろしくお願いします。それでは Thank you very much for watching. Thank you very much for listening. Tinker Channel でした。See you next time. Bye bye. Much love.